。私は勇者のゆうちゃんだよ。今日は射撃訓練場で練習するぜ。特定のモンスターが出るとよく当たるんだが。ふざけるなよ。王様。俺はこの国の王だ。誰がこんな射撃場を作りやがった。なんで俺の姿をした標的が出てくるんだ。俺はモンスターじゃねえぞ。なぜか王様のターゲットが出現するとよく当たるんだこれが。俺に恨みでもあるのか。ワンアップした。するな。こんにちは。武器屋の店主のフランです。さて、今日はアサルトライフルとは何かについて解説していきます。アサルトライフルのツートップである M16 と AK についても説明していきます。アサルトライフルってなんだ？アサルトなライフルのことです。そのくらいのことは私でもわかるぞ。アサルトには突撃や襲撃という意味があります。ってことは突撃できるライフルってことなの？普通のライフルとどう違うんだ？拳銃やボルトアクションでも突撃できるだろ。アサルトライフルは特に突撃に適したライフルということね。米軍ではアサルトライフルに明確な定義をしています。1、セミオートフルオートの切り替えが可能なこと。2、中間的なパワーを持つカートリッジを使用すること。3、脱着式のボックスマガジンを使っていること。4、有効射程距離が300メートル以上あること。この4つを満たすものをアサルトライフルに分類しています。アメリカではこの基準を満たさないものはアサルトライフルとは呼びません。他の国での基準はわかりませんが、似たようなものだと思います。なるほど。そこまで明確な定義があったとはね。中間的なパワーというのが曖昧な表現ですね。これについては後で詳しく解説します。その4つの基準を満たせば突撃しやすくなるってことなのか。そういうことね。アサルトライフルは第二次大戦中に新しく誕生した近距離から中距離戦に特化したライフルです。ライフル、マシンガン、サブマシンガンが苦手とする距離を埋めるための武器として誕生しました。現代戦ではアサルトライフルが歩兵の主力武器となっています。そうなんだね。アサルトライフル誕生の歴史と AK や M16 などについても説明していきます。アサルトライフルが誕生した歴史的な経緯や背景から見ていきます。いろいろなきっかけがあってアサルトライフルが誕生しましたが、大きなきっかけはワールドウォー1です。ワールドウォー1ですか？ワールドウォー1よりも前の武器はどんな武器だったか覚えているかな？大体マウザーって感じかな？そうですね。世界の軍隊で使われた歩兵のライフルは多くはドイツのマーザーを参考にしたボルトアクションです。いわゆる長物と呼ばれるライフルで、これが歩兵の主力武器でした。射程距離も長いんだよね。最大射程は3000から5000メートル、有効射程は500メートルを超えるものがほとんどです。小銃器を搭載することで1000メートルを超えるような狙撃も可能でした。狙撃銃ってわけか。19世紀以降、様々な発明によって、ライフルの射程は格段に伸び、遠距離でも命中させるほどの精度を持つようになります。各国の軍隊は、さらに射程距離と弾速を高める研究を進めていました。しかし、ワールドウォー1の塹壕戦は、その考えを虚しくします。塹壕戦か。お互いに、マシンガンや野戦砲をずらっと並べてあるから、穴の中から出られなくなったんだよね。地上を進むものなら、速攻で蜂の巣だ。そうね。ですので、敵の塹壕の中に侵入し、塹壕の中で歩兵同士が戦うという場面が増えました。塹壕の中では、長物のライフルは使いにくく、手持ちのスコップで襲いかかった方が効果が高い場合も多かったのです。スコップは、穴を掘ってる最中でもとっさに使える優秀な武器だ。この塹壕戦を打開するため、各国の軍隊は、近距離に特化した新しい武器と戦術が必要だと悟ったのです。それがアサルトライフルに発展したということなのか。そういうことね。遠距離戦ではそうでもないですが、近距離戦になると、歩兵はかなり活発に動き回る必要があります。撃たれる危険も高く、回避行動やポジション取りを素早く実行しなければなりません。確かに、敵が近くにいるのに、ぼーっと生きてるわけにはいかん。ですので、軽くて攻撃力が高く、とっさの時にすぐに敵を制圧できる武器が必要です。ワールドウォー1では、サブマシンガンやライトマシンガンが登場します。サブマシンガンやライトマシンガンは、重さが15キロ以下で、歩兵が1人で持ち運びできました。1
一人で持ち運びできる連射兵器の登場か。そうよ。これらの武器は優れていますが、かゆいところに手が届かない欠点があります。サブマシンガンは軽くて扱いやすいけど、拳銃弾薬を使っているため、射程が短くて威力も弱い。ライトマシンガンは威力は高いけど、重い。ちょうどいいサイズの武器がなかったんだね。これらの武器の欠点を補う意味で誕生したのがアサルトライフルです。ってことは、サブマシンガンの扱いやすさと、マシンガンの攻撃力を持った武器ってこと？大体そんなところです。ライフル、サブマシンガン、ライトマシンガンの隙間を埋めるための武器として、アサルトライフルが誕生しました。そういう経緯だったのか。ワールドウォーバー以前、アサルトライフルの原型とも言える武器はありました。それは、フェドロフというロシアのライフルで、セミフルの切り替えが可能な武器です。これがアサルトライフルの原型か。アサルトライフルではないのですが、原型と言われている武器ですね。また、フランスがワールドウォー1で使用した、ウィンチェスター M1907 を改造した銃があります。これはフルオートに改造されており、中間的なパワーを持った弾薬を使用していたのです。なるほど。ワールドウォー1の時代には、それっぽい武器が登場し始めたってわけだね。そうよ。そして、世界で初めてアサルトライフルを作ったのが、ドイツです。またドイツなのか。なんか色々と強力な武器を発明しまくってるな。一般的には、ドイツで誕生した STG-44 という武器は元祖アサルトライフルと言われています。これが元祖アサルトライフル。STG-44 は最初は MP43 という名前で呼ばれ、1943年に登場しました。ワールドウォー1を経験したドイツでは、ハンドガンカートリッジとライフルカートリッジの中間が必要だろという論争が起こっていました。当時使用されていたライフルカートリッジのことをフルパワーカートリッジと言います。つまり、500メートル以上の遠距離を狙撃できるような強力なライフルカートリッジのことです。要は、当時の標準的なライフルの弾薬が、フルパワーカートリッジってことだね。そうね。具体的に言うと、3000ジュールを超えるようなエネルギーを持った弾薬のことです。パラベラムが600ジュール、マウザーが4000ジュールか。フルパワーカートリッジは攻撃力は高いですが、発射時の反動が強いです。重傷を肩に当てて、衝撃を吸収しつつ撃つ必要があります。もし、フルパワーカートリッジをサブマシンガンで撃てば、反動が強すぎて制御できません。確かに、暴れ馬みたいなサブマシンガンになるね。だからサブマシンガンには反動の少ないハンドガンカートリッジを使っているんだ。また、サブマシンガンでフルパワーカートリッジを発射しようとすると、それに耐えられるように頑丈にしなければなりません。そうすると、重くなってしまいます。これでは本末転倒ですね。ちょうどいい具合の新しい弾薬が必要ってことだね。こうして、中間的なパワーを持つインターミディエイトカートリッジが誕生します。これが 7.92×33mm クルツという弾薬です。これまでドイツで標準的に使用されていた 7.92×57mm マウザーに比べ、半分ほどのエネルギーを持っています。クルツって弾薬は1800ジュール。拳銃弾の3倍くらいのパワーがある。パワーが抑えてあるので、マウザー弾よりもリコイルの衝撃が少ないです。そして、クルツ弾を採用して設計されたアサルトライフルが STG-44 です。400メートル以内で戦闘することを想定し、300から600メートルの有効射程を持っています。ワールドウォー2当時の歩兵の戦闘は、200から300メートルで交戦するのが普通でした。なるほどね。歩兵の交戦距離に合わせてアサルトライフルが誕生したってわけか。ボックスマガジンには30発入ります。重量は5キロくらい、セミフルの切り替えが可能です。この STG ってのが、現代のアサルトライフルの基準と同水準の性能になるのかな？そういうことになるわね。世界初のアサルトライフルの誕生です。と言っても、最初はアサルトライフルという言葉も概念もありませんでした。じゃあ、なんて呼んだのかな？ヒトラーが、この銃をシュトルムゲベアと名付けます。STG-44 の STG とは、シュトルムゲベアのことです。シュトルムとは突撃のことで、ゲベアはライフルのことですね。これをそのまま英語にして、アサルトライフルという名前が定着したのです。ヒトラーが名付け親だったんだ。STG-44 は1943年から1945年にかけて40万丁以上が製造されました。ソ連のサブマシンガンに対抗する形で生まれ、東部戦線で大活躍したのです。でも、44年って、もうワールドウォー2終わるやん。時すでに遅し、
ドイツの敗戦は濃厚でした。もう少し早く STG-44 が完成していれば、戦局は変わったかもしれないとも言われています。そうなのか。ドイツのアサルトライフルが世界に広まったということなのか？各国の軍隊への影響はありました。しかし、インターミディエイトカートリッジ、中間カートリッジを使うアイデアは、他の国でもすでに存在していました。ソ連でも1943年には、中間カートリッジの導入を決め、開発が始まります。ドイツの STG-44 が登場する少し前です。なるほど。ドイツが最初のアサルトライフルを作ったということは、世界で最初にアサルトライフルの餌食になったのがソ連なのか？そうかもしれません。STG-44 の登場は、ソ連のアサルトライフル開発に拍車をかけるきっかけとなりました。そして、ソ連でも新たな中間カートリッジを完成させて、アサルトライフルも完成します。これが、かの有名な AK-47 です。おう、ここで AK-47 が完成するのか。様々な試行錯誤を経て、1947年に完成しました。AK は、アフトマート・カラシニコバの略で、アフトマートとは、英語でオートマチックの意味です。カラシニコバってのは何だ？開発者のカラシニコフのことですね。中間カートリッジである 7.62×39mm の弾薬を使用します。弾薬のエネルギーは2000ジュールほどですね。なるほど、中間的なパワーだ。AK-47 は世界で1億丁以上が普及しており、世界のすべての重火器の 20% くらいが AK と言われています。普及しすぎだろ。歴史上、最も製造されている重火器です。1974年までソ連軍の正式装備であり、現在ではテロリスト御用達のライフルになっております。テロリスト御用達か。安い、強い、簡単、頑丈。ライフル界の並盛り牛丼と呼ばれています。コストパフォーマンスが高すぎる。交戦距離は300メートル前後を想定しており、この距離で最も攻撃力を発揮します。マガジンは30発、重さは4キロくらい、セミフルの切り替えが可能になっています。スペック的には、ドイツのアサルトライフルと似たような性能ってわけか。AK の優れた点は、部品数が少なく、非常に汚れに強いという点です。どんなに雑に扱っても、こぼれることがないとまで言われています。これはすごい発明だな。設計者のカラシニコフは、貧しい農村の出身で、軍に徴兵されて戦車兵になりました。その後、1941年、ワールドウォー2の戦いで負傷し入院していました。その時に、隣のベッドで寝ている兵士たちに、ソ連軍の武器に対する不平不満を聞き、そのアイデアが AK の開発につながりました。そういう経緯で AK が生まれたのか。ドイツで STG-44 が生まれ、ソ連では AK が誕生します。では、アメリカはどうだったのか？実は、アメリカは1960年代になっても試行錯誤しており、これだというアサルトライフルはありませんでした。そうなの？アサルトライフルっぽい武器はありました。ワールドウォー2後、アメリカ軍では M2 カービンという武器が普及していました。これは、セミフル切り替えが可能で、中間カートリッジを使用しています。しかし、射程距離が200メートルほどしかありません。おお、ちょっと射程が足りないか。アサルトライフルというには少しパワー不足で、何に分類すればいいのか、議論があるそうですね。サブマシンガン以上、アサルトライフル未満の武器になるのかな？ M2 カービンは、戦闘においても AK-47 に勝てる性能ではなかったのです。また、M2 とは別に、バトルライフルという分類のライフルもありました。アサルトはなかったけど、バトルはあったのか。てか、バトルライフルってなんだ？バトルライフルとは、フルパワーカートリッジを使ったアサルトライフルのような武器です。アメリカ軍には、M14 というバトルライフルがありました。フルパワーの近距離武器ね。パワー主義のアメリカらしい武器だな。アメリカの歴史を振り返ると、狂信的に突撃してくる敵と戦うことが多く、パワー主義になってしまったのです。フィリピンの薬チャージマンと、日の丸万歳チャージマンのことか。M14 の重さは5キロ未満で、有効射程は500メートル前後を想定していました。セミフルの切り替えが可能で、20発のマガジンを備え、機能そのものはアサルトライフルですね。しかし、弾薬はフルパワーカートリッジです。使用弾薬である 7.62mm ナトーは3500ジュールほどのパワーを持っています。こいつは紛れもないフルパワーだ。M14 はベトナム戦争でソ連の AK-47 と戦った時にその弱点が露呈します。フルパワーカートリッジの反動が強すぎたのです。
フルオート射撃での制御が困難で、AK に劣る武器であることを証明します。なるほど。M2 や M14 の欠点を考慮して生まれたのが M16 ライフルです。これが、ベトナム戦争の直前、1964年に完成します。現在でもアメリカの正式装備になっているアサルトライフルね。こいつはどのくらいの性能を持っているんだ？重さは4キロ程度、射程は500から800メートルほどです。使用弾薬である中間カートリッジ 5.56×45 ミリなどは1800ジュールほどのエネルギーを持っています。約300メートルの光線距離で最大の破壊力を発揮する設計です。完成されたアサルトライフルってわけか。そうね。M16 はアメリカだけでなく欧州の NATO 軍でも使用されています。こうして AK と M16、2台アサルトライフルが完成しました。この2つが未だに戦い続けているということだな。近年はテロリストとの戦いで両方が使用されています。アサルトライフルは300メートル以内での戦闘を想定して設計されています。この300メートルは死の光線距離と言われ、この距離で被弾すると生存が難しくなります。そんなにやばいの？やばいです。頭や心臓などの急所を外し、腕や足に当たっても出血多量で死に至ります。被弾してからおよそ30秒から数分で失血死してしまうのです。30秒しか猶予がないの？そうです。300メートル以内はアサルトライフルにとって必殺の間合いとなるのです。やばすぎるな。近年では止血の連度が上がり、生存の確率も高まりました。しかし、やはり300メートル以内の光線は危険なので、この距離を避けて攻撃を加えることも考えられているようです。恐るべき武器だね。300メートル以内はアサルトライフルが無双する間合いってことなんだ。武器屋のお姉さん。簡単ではありますが、アサルトライフルについて解説しました。歩兵が近距離から中距離で戦うための最強の武器ってわけか。そういうことですね。現在では多くの役割をこなす汎用的なライフルになっています。歩兵の主力装備ですね。今後も AK や M16 など個別に武器を解説する予定です。少しずつ時代が進んでいってるね。まだワールドウォー1についても全然解説しきれていません。ワールドウォー1とワールドウォー2を行ったり来たりしながら動画を作ろうと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。